ちは、書道家の上平大我です。今回の動画はこちら、布書きの書き方のコツということで、さっと書いた時にですね、綺麗に見せるためのコツ、これをお話ししていきたいなと思っております。今回のですね、動画で使わせてもらうのはこちら、サラサクリップ 0.5、これを使って解説していきたいなと思います。メモ書きといえばですね、私も会社勤めをしている時によく書いたんですけれども、どれだけ丁寧に書こうと思ってもですね、どうしても急ぐ場面で書くことが多い、つまり雑になってしまうということが多々ありました。ですので、今回こちらの動画では、そういった場面、ささっと書く場面、こういった時にですね、どういうところを気をつければ少しでも綺麗に見えるのか、そういったことをですね、ポイントを絞ってお話ししていきたいなと思っております。なので、今回パターン別に5つ用意してます。というわけでですね、こちらの動画を見ていただきまして、明日から何か意識を変えていくとか、そういえば昨日この動画見たからここやってみようとか、そういった形で、活かしてもらえるような場面があれば非常に嬉しいです。はい。ですので、早速始めていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい。というわけで早速解説をしていくわけなんですけれども、今回はこちらの5つのポイントに絞ってお話をしていきたいなと思っております。まず、ポイント1、宛名を大きく書くということです。こちらで言えば山田課長という部分が宛名になるわけなんですけれども、文章よりもですね、少し大きめに書くことによってメリハリをつけて書いてみてください。そしてポイント2つ目、付箋の余白をしっかりと活かすというところです。こちらのパターンでいきますと、文字が大きすぎて紙面を埋め尽くしてしまっています。こうなるとややうるさい感じがしますし、何か落ち着きのないようなイメージを与えてしまいます。そしてこちらのパターンを見てください。反対にですね、余白を作りすぎて何かもざみしい雰囲気が出てますよね。文字が大きすぎる人は文字を小さく、小さすぎる人は大きく、うまい具合に余白を生かすというところを意識してみてください。そしてポイントの3つ目です。3つ目は文章の行の始めを揃えるというところになります。この2つを見比べてみてください。こちらで見るとですね、同じような文字を書いているのに、左の方は丁寧に見えて、右はやや雑に見えてしまいます。この理由が先ほど申し上げた通りで、文字の頭が揃っていないというところが原因になります。ですので、どれだけ急いでいてもですね、一文字目をしっかりと揃えてあげるというところを意識して書いていきましょう。そしてポイントの4つ目。ひらがなのサイズ、漢字のサイズ、ここを意識してみてください。これも、左右比べてみましょう。左の方はですね、ひらがなをやや小さく、漢字を大きく書いています。一方で、右の方は漢字もひらがなも同じようなサイズ感で書いています。このサイズ感が違うことによって、これだけ見栄えに差ができます。ですので、もう一度おさらいですが、ひらがなを小さめに、漢字を大きめにという形で文章を作っていきましょう。これはですね、メモ書きだけではなくて、どのような場面にも活かせますので、ぜひとも活かしてみてください。そして5つ目、文字の中心をしっかりと取るということです。これはですね、なかなか普段から文字を書いていないと、どこが中心なのかなっていうのが分かりづらいかと思いますので、日々の鍛錬が必要になってきます。ですので、こちらに関しましては、1日ですね、1分でも2分でも3分でも、とにかく、どんな短い時間でもいいので、ペンを握っていただきまして、文字の中心をですね、意識しながら書いていくといったところをですね、やっていただくといいかと思います。以上で5つのポイントになります。もう一度5つおさらいします。1つ目は、宛名をしっかりと大きく書く。2つ目は、付箋の余白を生かす。3つ目、文字の頭を揃える。4つ目、ひらがなと漢字の大きさに注意。そして5つ目は文字の中心を取る。以上の5つになります。これら5つをしっかりと活かすことによって、急いで書いている場合であっても丁寧に見えます。文字一つ一つはですね、日々練習していかないとなかなかうまくはなっていかないんですけれども、こういった全体的なバランスを意識することで、今と同じような字を書いていても綺麗に見せるということができますので、そういったところを意識して、改善していっていただければなと思います。というわけで皆様いかがだったでしょうか。ちょっとしたところをですね、気にしていただくだけで、大きく見た目は変わったのかなということがお分かりいただけたかと思います。
解説の前にもお伝えしましたが、明日からですね、一つでも何か意識してもらえたら非常に嬉しいです。はい。というわけでですね、こちらのチャンネルを見て、良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。